こんにちは、さくらです。今回なんですけれども、新宿駅に今やってきております。今回の動画何をやっていくかと言いますと、今から夜行バスに乗って日帰り金沢旅行に行ってきたいと思います。4月に能登半島で大きな地震があったので、こんな時期に旅行に行くと不謹慎じゃないのかとか、被災者の方に迷惑になるんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、いろいろ調べてたら、石川県って南北に長い県で200キロぐらい離れてるらしいの。今回地震があった能登半島っていうのが北の方なんだけど、金沢っていうのがどちらかというと南の方なので、そんなに地震の影響がないというか、むしろみんな自粛しちゃって観光地に来なくなって旅館キャンセルされたりとかも相次いでるそうで、地元の方だったりとか石川県自治の方が金沢は大丈夫なのでぜひ観光に来てくださいっていうことを SNS とかで言ってたので、じゃあこれは今行った方がいいなって思いましたので、今回企画しました。私もね、微力ながら観光旅行させていただけたらなと思っております。1本にまとめると多分めちゃくちゃ長尺になっちゃうので、多分1時間超えとかになっちゃうと思うので、20分かける3本ぐらいな感じで撮っていこうかなと思ってます。この動画では新宿から金沢までの移動の様子だったりとか、金沢といえば回転寿司が有名な地域なので、金沢で有名で美味しい回転寿司屋さんに行くっていうことで1本にまとめようと思っておりますので、よかったらぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。この4階が高速バス乗り場なので、ちょっと向かっていきたいと思います。今時刻22時回ってるんですけど、やっぱ新宿だね、人がめちゃくちゃ多い。そしてね、今日昼間仕事して夕方からはね、家のことしたりとか YouTube のこととかいろいろやって、今ここに来たので、朝からほとんど何も食べてなくて、めっちゃお腹空いたと思ってさ、吉野家のすき焼きとさ、スタバの新作出たやん、フラフラペチーノかな、あれをね食べたくって、スタバ行って、私が大好きなオレンジのケーキもあったけんケーキ食べてってしたけど、めっちゃお腹パンパンでさ、絶対明日胃もたれしそうなんだけど、でもさ、明日私がっつり食べるスケジュール組んでるからさ、大丈夫なのかなってすごい心配だもんね。今から調子乗って食べ過ぎたの。バスに乗り込んだんですけど、めちゃくちゃ狭い。膝元こんな感じで足が伸ばせない。なぜか座席が倒れてるから、もう本当に狭い。大バスって何種類かあるんですけど、私が予約したのが片道5000円ぐらいのコースで行きます。新幹線だったらね、2万円以上するからめちゃくちゃ格安なんですけど、ただ乗り心地は絶対悪いと思う。これで7時間ぐらいずっと乗ってないといけないので、途中休憩はあるけどね、こうしんどいかもしれない。どうしよう、大丈夫かな。はい、サービスエリアに着いたんですけど、ここはどこのサービスエリアなんだろう。すげえトラックしかおらんだよ。音でわかると思う。グーって言ってるの、これトラックの音なんだよね。本当にここトイレしかないみたいな感じかな。反対側はね、ガソリンスタンドなんだよ。寒いわ。なんか騒いでる学生が。携帯の GPS 使えばいいじゃん。ここはどこ、私は誰って聞いたらいい。現在地がですね、高坂サービスエリア。何県これ、埼玉かな。まだトイレとか自販機とかくらいしかないかな。売店とかなんか閉まってる。夜中だからね。中の状況をお伝えすると、指定はできなかったんだけど、バス会社側に席決められてて、その席に座ったんだけど、女性は女性で固められてて、男性は男性で固められてたから、隣に異性が座るってことはほぼほぼなさそうな感じがする。今日ね、2時間しか寝とらんけん、寝れるかなとか思ったんやけどさ、全く寝れる気配がしないんですけど、とりあえず運転館に外出てきてみた。寝たいんだけどな、寝ないと明日っていうか今日死んじゃうから眠りたい。みんなさ、夜行バスってさ乗る？学生の時以来だから多分10年ぶりとかなの。すごい久しぶりに今回乗ってる。修学旅行みたいな気分でワクワク感はすごいあるんやけど、ただあんまりシートの乗り心地とかは良くないね。これね、時間通り戻らないと置いてかれるらしいから、ちょっと早めに戻ります。自分がどこから出てきたかっていうのもね、全然わからなくなるもんね。これかな。金沢駅着きました。乗り心地どうだったかな。あんまり良くはなかったかな。シート硬かったのと、隣に座ってた方がね、まっすぐ座ってくれればいいのに斜めに座ってて、めっちゃなんかこんな感じにならんとか思ったけどさ、めっちゃ狭くて、途中2時間おきにサービスエリアに泊まってトイレ休憩あるんですけど、そのたびに若干明るくなるから 1,2 時間おきに起きちゃうみたいな感じだったので、あんまり快適ではないかな、安く移動するっていう分にはいいけど、それ以外はちょっと微妙でした。
はい、ここ有名な門のところですよね。東口側です。朝の通勤ラッシュの時間帯なので、会社行く、学校行くみたいな人が結構多いかな。この後近江町市場に行くんですけど、その様子は別の動画で上げますので、よかったらこちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、今回は金沢旅行ということで、金沢市民の台所と言われている近江町市場と有名な東茶屋街、西茶屋街にも行ってきました。街の様子をレポートしようと思うんですけど、今ってインバウンドが多いからどこの観光地も人でごった返してるのに、金沢はですね、観光客の人がほとんどいなくて、どちらのお店も待ち時間なしで入ることができました。有名な観光地で待たなくてスムーズに案内してもらえるっていうのはありがたいけど、いや本当に街から観光客が消えてしまったなっていう感じでした。はい、次のとこに向かいたいと思います。次はね、金沢といえば回転寿司でございますので、回転寿司ですごく人気のお店があって、もりもり寿司さんに行きたいと思います。もりもり寿司さんに着きました。超人気店なんで、平気で1時間とか待つ時もあるらしいんですけど、見てください、ガラガラです。お昼時過ぎてるからっていうのもあると思うけど、待ち時間ゼロです。はい、店内入りました。もりもり寿司行きますって言ってたんですけど、お店に行ったらですね、なんか SNS でのちょっと非常識な人せいで炎上しちゃってるみたいなやつあるやん。あの影響で撮影断りしてますって言われちゃったので行きたかったんだけど、めちゃくちゃ近くにあるお店でお酒のお店見つけたので、ヒラリーさんこちらにやってきました。残念な気持ちはあるけど、出てこうかな。こっちでしか取れないやつとか食べたいんだよな。これも大体ね、5、600円ぐらい。天ぷらだけでも1000円ぐらいするの。ちょっと高いかな。はい、届きました。いただきます。まず甘エビとガスエビっていう組み合わせで、ガスエビはね北陸にしかないらしいので、甘エビよりちょっと甘いらしいの。確かにちょっと甘エビより甘くて、より身がプリッとしてる感じ。小肌かな。生魚独特の臭みみたいなものもあるけど、でもね、美味しい。身がプリッとしてて。テイタイっていう北陸の味って書いてあったんです。頼んでみました。魚介の味がする。このかまぼこは普通のかまぼこと違うとかな。この撮影の前に近江町市場に行ってるんだけど、そこで食べた赤の木やったかなっていうおでんがあったんやけど、それな気がする。このオレンジ色のやつ、さっきと同じ味がする。今回ですね、北陸地方に来るの初めてなんですけど、寒いけんあったかくしていきよってみんなから言われたけんさ、あったかくしていこうって思ったっちゃけど、事前に天気を調べたらね、今日最高気温が20度超えてて、めちゃくちゃ暑いんですよ。だから普段通りの格好をしてきたんだけど、全然大丈夫やった。朝若干寒いかなと思ったけど、昼間は全然あったかかったし、なんなら今は雨降っとうけど、そんなに寒くない。普段ズボンとか一丁はかんのにさ、防寒対策のためにズボン買ったんよ。でも結局使ってないけど。トロと中トロいただきます。脂身がしっかり乗っております。この間さ、GU に行った時にさ、今回の旅行で必要なものとかいろいろ買い出しに行っとったんだけど、 GU ってレジセルフやって、そのセルフレジのところに並んどったと私。そしたら店員さんから「タックスフリー?」って聞かれたんよ。免税ですかって意味なんやけど、私さ外国人と間違えられたんよ。
どう思う？外国人に見える？どっからどう見ても日本人の顔しようと思っちゃうけど、どう思う？最近さ、もうインバウンドが増えとうけんさ、ジムとかもめっちゃ外国人多いんよね。免税だとレジが違うらしくて、会計をしてしまう前に免税専用のレジを案内せんといけんみたいで、もう外人多すぎて、多分日本人ですら外人にちょっとやろねと思って。誰だったんですかね。一瞬びっくりして「すいません、私日本人です」って普通に日本語で返したら「すいません」ってすごい謝られたけど、全然怒ってないって私自身、ただただ面白いなと思って。イカさん、これ普通にどこにでもあるからね。皆さん、先日の豊洲の千客万来の動画見てくれましたか？いろいろと賛否両論ありましたけど、えらい笑ってしまったコメントがあって、1万8000円の海鮮丼を食べてた時に、普段こんなに高いものを食べないっていうことを言ってたと思うんだよね。本当に食べてなくて、そんな高いものを食べれるほどの経済力ないからさ、食べてないんだけど、パパに食べさせてもらってんだろ、この売春女みたいな DM が来とって、イラつくっていうよりも想像力が豊かすぎて、そういうこと言わんと生きていけんとかいなとか思ってさ、面白くてめっちゃ一人で笑いよったっちゃけど、命かけれるレベルで誓って言うんだけど、パパとかおらんけんね。食べるものに困ったとしてもそれだけはやらないと思う。そこは超えちゃいけんラインかなって自分の中で思っとうけん、仮に食べるものがなくて困ったとしてもそうじゃない方法を考えるかな。それだけは本当にないよっていう話です。でもなんかちょっと考えさせられるなって思ったっちゃけど、私の感覚ってバグってんのかなと思って、1万8000円の海鮮丼だけじゃなくて、それ以外に食べ歩きしたものに対しても高いから食べれないとか、結構金額が高いみたいなコメントが来てたから、私の感想としては確かに1万8000円の海鮮丼が高いなとは思ったっちゃけど、これ以外はまあ1000円以下で食べれるから、まあまあ普通じゃないぐらいに思ったっちゃけど、普通に考えたら1品1000円以下だとしてもやっぱ高いかって思って、観光地価格とか外国人観光客向けって言ったらどうでもないのかもしれんけど、私ってさ、一人暮らしをし始めた頃って家賃3万円の木造の150年のボロアパートに住んどったっちゃけど、その時って本当にお金がなかったけん、食費とかも1ヶ月に1万2000円以上使えないとか、4週で割って1週間で3000円しか使えないの。週に1回スーパー行って3000円分買い物して、それでやりくりするみたいなことをね、やりよったと。そんな時代があったのよ、私にも。今はね、その時よりは多少は余裕出てるけど、東京で生活できてるぐらいだから、こういう時代も私にあったよなっていうことをなんかふと思い出してさ、これが一人暮らしじゃなくても家族がいるとか、その当時の私みたいな生活を送ってる人とかもいるわけだから、こう考えたら高いよなと思ってさ、価値観なんて人それぞれなんだけど難しいなって思って、私ってさ、一応 YouTube をやってる身ではあるけど、ただの一般人なわけよね。昼間は会社員やってるわけだし、だから普通の一般ピーポーなわけよ。一般人の感覚って絶対忘れちゃいけんって私は思っとうと、そこをずらしたら絶対ダメやなって思っとうけん、難しいなと思って。地域によって物価ってあるけんさ、基本東京って何でも高いけんさ、ランチで1000円超えなんか当たり前やしさ、福岡やったらさ、ランチで500円でユーミーなものを食べれたりもするけどね、普通に。美味しいです。駅にあるちくわさんっていうお店でおでんいただきたいと思います。何にしようかな。やっぱ生ビールとちくわと卵と、注文いいですか？食べてるとこしか映せないんですけど、目の前で調理してくれる感じのカウンター席になってます。ありがとうございます。ビール届いたので乾杯。お疲れ様です。美味しい。ありがとうございます。
めちゃくちゃ見てほしい。卵の上に油が乗っててめっちゃ可愛い味噌とチキンチャクと牛すじが炒めました。ちくわの卵からいただこうかな。今回旅の総括でもしていきましょうかね。他の動画でも言ったけど、もともとどれくらい観光客がこの時期来るのかっていうことが分かりかねるんだけど、やっぱ全体的に人が少なかったよ。大体今ってどこ行ってもさ、外国人めっちゃ多いんやけど、外国人が少なかったって感じかな。まあ日本人もいなかったけど、とにかく観光客はやっぱり少ないなっていう印象かな。今だったら来るの穴場なんじゃないのかな。もしちょっとでも来たいなって思ってる方がいらっしゃれば行ってみた方がいいんじゃないのかなと思います。あったのがみんなめっちゃ高くていい人ばっかりやった。びっくりした。優しいと思って。 JR が新幹線の割引とかもやってたりとかするみたいなので、そういうのを使ってお得に行くとかもできるっぽいですよ。ヤフーニュースで出てきててちょっと調べたんだけど、3月15日までの期間限定で東京から北陸地方への往復2万円の格安フリー切符っていうのがあるらしい。通常料金だと東京金沢間往復する時の普通の正規の料金が 28,230 円なので、このフリー切符の方が1000円ぐらいお得なのかな。こういうのもあるみたい。すごいなんか案件っぽい言い方したけど、そういうのでもなくてネットでこういうの出てきたよっていうことを言ってるだけだから、気になった方はご自身で調べて見てみてください。牛すじはちょっと甘みがあって美味しいの。今夕方なんですけど、10人ぐらいお客さん並んでるんで結構人気店みたい。駅中だからっていうのも多分あると思うけど、グルメに関してはやっぱり海鮮物がすごく美味しいのと、ちょっと値段が張るというか、築地とか豊洲とあんま変わらんくらいちょっと値は張るんやけど、でもやっぱりこのうちでしか食べれない美味しいものが食べれるので、その点はいいかなっていう。まあ観光価格だよね。普通に回転寿司屋さんで一皿5、600円が当たり前だったから高っと思った。でもやっぱその分美味しかった。最近さ、なんかこう地味に病んでるというか酔ってることがあったら聞いてくれん？動画の尺ってどれくらいがいい？数ヶ月前にもなんか聞いた気がするんやけど、私の動画の尺って不安定やん。10分未満のやつもあれば15分のやつもあれば20分超えてるやつもあったりとか、大体ね20分から22分ぐらいの間で安定させたいんで、なんでかって言ったら今って YouTube って長尺かショートかどっちかって感じなんや。長尺だと20分超えるの当たり前みたいな、30分1時間テレビ番組みたいな動画が流行ってて、今までさ10分から15分ぐらいの間で作りよったけん、それをいきなり1時間にするって大変やけん、20から22分ぐらいの間で作りたいなって思いよるっちゃけど、みんな的にはどうなんやろうと思って。ショートですら長尺になっていきようけんね。で前って30秒ぐらいが大体やりというみんなそれくらいやったっちゃけど、今って YouTube ショーツだとジャスト1分とか、TikTok なんかさ1分超えが当たり前みたいな感じになってきとんよ。どん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 尺が出ていってさ、伸ばすのって大変ないの。構成をちゃんと練ったりとか、編集する時もね、YouTube の編集やったことがある人やったら分かると思うんだけど、尺が長くなればなるほどね、レンダリングって言ってね、パソコンが砂時計になって動かなくなっちゃうこの間私ブースの動画が24分ぐらいになったやろ。あの時もねめっちゃパソコン固まりまくっとったんよ。めっちゃ大変やったよ。みんな的には何分ぐらいが見やすいっていう質問です。だったらコメント欄で教えて。動画を出すタイミングとかめっちゃ悩んどるし、基本的に通常動画とショートって連動させてるから、先にショートを出すべきなのか通常動画を出すべきなのか違いんだと思って、あくまでもショートって CM っていうか広告みたいなものだと思っておけんさ、ってなったら先に出した方がいいかなと思うけど、でも先に出しちゃったらそれで満足されて通常動画見てくれないっていう状況になったりとかもするのかなとか思ったらさ、なんかいろいろ考えよったらさ、どうしていいかわからなくなってくるからさ、何も相談する人がおらんけんさ、ここでみんなに相談してる。他の尺伸ばすのもさ、変に間延びさせたくないけんさ、内容がぎっしりちゃんと詰まってて最後まで楽しめる動画にしたいなって思いよったらさ、今の投稿頻度が守れない気持ちってさ、編集するの遅いけんさ、 YouTube の世界ってさ、どんどん新しいものが入ってきてさ、トレンドとかさアルゴリズムとかもどんどん変わっていくけんさ、永遠に片思いしてるし、 YouTube 追いかけても捕まらないの。捕まったって思ってもスッてすり抜けてシュッてどっか行く男の子っぽく言うなら、永遠に全クリできないロールプレイングゲームみたいな感じだ。永遠にボスにたどり着けないとか、ボスにたどり着いたと思っても倒せないとか、ボス倒したって思ってもまた振り出しに戻るみたいな、こんな感じ。延々と
だからまた夜行バスに乗って帰らんといけん。明日が朝から仕事なんだよ。なんでそんなハードスケジュールにしんかったんですけど、新幹線で往復できるくらいになりたいね。顔色が全く変わりません。はい、改めてごちそうさまでした。今日一日ずっと食べ倒した金沢グルメをこの動画では回転寿司とおでんしか上がってないと思うんですけど、他の動画で食べ歩き動画も撮っておりますので、よかったらぜひそちらも見ていただけたらと思います。近江町市場とか東茶屋街とか西茶屋街とかあたりを巡っておりますので、11品食べたので結構いろいろ見れると思うと。じゃあ今からね帰る準備をしまして、夜行バスに乗って私は東京に帰ります。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。